ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サコが千葉まで行ってきたのだ。仕事終わりに見に行った試合だから、社畜たちは最後まで見てね。なんでこの試合が見に行けたのだ？それは投稿者が優秀な社員だからです。うるせえのだ。今日は投稿者が出勤日だったんだけど、予想以上に仕事内容が軽かったので見に行けたって話で。誰かの休みは誰かの仕事で成り立っています。名言っぽく言うのはやめてほしいのだ。それじゃ移動中に大分トリニータの話をするのだ。今年は2位でリーグ戦を折り返しているわよ。圧倒的ではないか我が軍は。ただし勝ち点で見れば3位以下との勝ち点が迫ってきているわ。これだけでは物足りないのだ。大分は夏場には西日本のアウェーがメインになるだけに、多くの勝利数と得点数を稼ぐ必要があるのだ。ここで明るい話題を提供したいと思うわ。それは渡辺新選手の復帰ね。前節の山口戦では得点のチャンスメイクをしていたのだ。怪我明けにもかかわらず強度を落とさずに試合に入れたことはさすがだわ。渡辺新選手の復帰で新たなる攻撃バリエーションが増えたわね。ともあれ今の戦力であれば0トップ、1トップ、2トップと攻撃枚数に変化が加わることになるわ。試合中に攻撃の枚数が変動するのは相手チームにとっては嫌な相手になるのだ。フォワードだけ見ても個人技やポストプレイ、ハイプレスができる選手たちがいるから楽しみでもあるわ。それから守備面においても2試合連続で完封勝利をしているわ。ようやく守備が安定してきたのだ。今までは去年と同様に似たような失点があったけど、西川選手をはじめバックスの選手たちが守りきっているのだ。下平サッカーのもとハイプレスがメインの守備戦術になっているけど、状況に応じて無理にプレスで奪うのではなく、相手のボールホルダーに距離を置いてマークして攻撃速度を遅くしているわね。守備の整備が行き届いて、これからの下平サッカーに期待ができるのだ。蘇我駅に着いたのだ。今回はこの試合の観戦が急遽決まったので、ジェフ千葉の分析は割愛するのだ。本当に申し訳ない。歩いているうちにスタジアムに着いたわね。この日はコーシムさんのモニュメントの除幕式がありました。日本サッカーのために考えてくれた期待の監督でした。オシムさんが代表監督を率いていた時には、西川選手、梅崎選手、高松さん、松橋さんを選出しています。トリニータだけではなく、偏りなく様々なクラブから選出していたことは印象的でした。戦術面でも欧州のモノマネではなく、日本サッカーの確立を実践していました。今後、オシムさんのような日本サッカーのため、J リーグのために考えてくれる方が現れてくれることを願っています。スタジアムに入るのだ。一時期はアウェー席が完売していたわね。それほどトリニータを愛する人が多いのだ。九州から来る人も成田と羽田のルートがあるから福有までアクセスしやすいわね。関東民目線でも福有は高アクセスな場所なのだ。僕みたいなか弱い社畜でも優しい19時キックオフになっています。選手たちが来たのだ。試合予想は？そんな質問自体が失礼なのだ。たくさんの鳥迫が来ている以上は勝つしかないのだ。さすが気合が入っているわね。それでは大分の注目選手は誰かしら？今日はサムエル選手に注目するのだ。久々にブラジル人選手に注目しているわね。サムエル選手はフォワードとして大分に来ているんだからゴールを見てみたいのだ。確かに今年は彼のゴールがないわね。それでも最近は途中出場でポストプレイや選手間の距離が評価されているわね。そろそろサムエル選手も調子を上げてきたから期待しているのだ。それでは後半まで守りましょう。引き分けてしまったのだ。チャンスシーンは作れただけに悔しい引き分けね。フィニッシュのシーンがシュートではなくパスを選択する選手が多かったから迷いがあったかもしれないのだ。それから話が変わるけど、今回のゴール裏はすごい迫力だったわね。コロナの規制が緩和されて以降最高のゴール裏だったのだ。大分側には1000人前後のサポーターが詰めかけたそうね。中には投稿者のように九州とは初縁のない人もトリニータを応援している人がいると思うのだ。これを足がかりに多くのトリニータサポーターが増えると嬉しいわね。
それじゃそろそろ帰るのだ。試合の翌日には夜勤とか無理しすぎなのだ。強行日程だから仕方ないわね。それで次回のアウェーは7月1日のジュビロ磐田のアウェーなのだ。この日は半休を申請してるから時間的なゆとりはあるわよ。なら今日も半休を申請しておけばよかったのだ。今回は社内政治に巻き込まれたから仕方ないわね。ここに来てリアルを持ち出すのはやめてほしいのだ。それでは次回のジュビロ磐田のアウェー観戦記をお楽しみに。ありがとうなのだ。